峠最強伝説。さあ始まりました、ホットバージョンボリューム147。今回もまたまた雪解け解禁スペシャル第2弾です。解禁今回はアンダー150馬力クラスでございます。アンダー鈴木じゃない。アンダー鈴木じゃないです。アンダー鈴木またすごい車作ってるらしい。そう今回はですね、まずロードスター 1500cc、で131馬力、で、そこら辺にですね、フィットとか、スイフトとか、そこら辺も、1.5 リッター、1.6 リッター、136馬力とか132馬力とか、なんかそこら辺で、その辺なんですよ。で、軽の軽自動車の S660、プス運動だって100馬力ぐらいあるでしょ。スプーンが100馬力とか書いてますよね。ここで120馬力ぐらいあるでしょ。いや、一応100って言ってましたけど、絶対嘘だよ。絶対嘘、すんげえ速い。庶民にとっては一番いいクラスなわけよ。そうですね。俺なんかもこう貧乏人の頃さ、アマチュアの頃ってやっぱこういうクラスでいかにこう全開率が高くて気持ちいいかっていうさ、こういうクラスがやっぱね多いね。本当はね、AE86 っていう車がここら辺入ってくるんでしょうけども、いいよ持ってきて。マハメ号はもうここよりもちょっとだいぶ上行っちゃってるんで、さすがに土田さんが気持ちいい思いするだけなんでなしですね。そんなことないね。俺のだけじゃね軽量化してない。スーパーマメさんのお話が全然止まりません。なので本題に入らせていただきますよ。どうぞ。磨き抜かれたマシンたち、峠を制せよ。あいつより踏み切れるか。あいつよりもっと先へ。奪うはその称号のみ、峠の魔王。今ストリートの究極へ。峠で腕を磨くならブレーキへの負担が少ないこのクラスが一番だぜ。峠アンダー150馬力クラス。雪解け解禁ってまさか4月頃に2本撮りなんてしてないよね。15度だし。エントリー1、モンスタースイフトスポーツファイナルエディション。アクセルを踏んでコントロールするという、抜いてコントロールするというのは電子制御ですから、それを踏んでコントロールしていくっていうところが最大限に走って楽しい車としてご提供できていると思いますので、それを今日は、評価していただきたいと思います。さあそれではコンパクト特集です。まずはモンスタースイフトね、福岡から自走です。スイフトはもともといい車だからね。レースがいいよね。 DK インプレッション。冷えたウェット路面でタイヤはディレッツァ Z3。 どうか。頭入るこれ。足いい。おっといきなりいい評価。タイムは28秒151。デフの効き方もいいこれ。後ろの回り込み方好きだな。 FF で前も後ろもいいってマジですか。音もいいし。楽しいよこれ。これはよくできてるぞ。スイフトこうやって遊びたいなっていう感じ。ギャップも OK だし。マックスインプレッション。オリダーの評価はどうか。すごく攻められるよ。
の FF のイメージがすごくいい意味で覆るな。ノーズの入りもすごくいいし、アンダーステアって言葉はない。その時のリアタイヤの面圧がすごくスッと綺麗にかかって綺麗に向きが変わる。ノブはどうか。なかなかギアが、クロス気味な感じでずーっといい感じに加速してきますね。おお、リアが滑るね。基本的にこの車はすごくよく曲がる。フロントの旋回に、リアの設置が負けてオーバーステアがちょっと出ようとするんだけど、そこら辺をねうまくフロントを転がしてあげるととってもいい感じにコーナリングが速く曲がりますね。さすがファイナルエディションだ。エントリー2、ジェイズレーシングフィット。こっちもそろそろ熟成だ。今回ねエンジン入って足回り強化、ジオメトリーの適正化をしてきてますね。その辺を見てみたいと思います。跳ねるな。DK インプレッション。これどっか飛んでっちゃうよこれ。うわうわ。硬そうです。とっても。ジェイズやっちまいましたか。これはそれでもドリドリはクラッチも蹴ってタイムを出すために必死の走り。タイムはスイフトに迫る28秒197。もう怖くて、もう無理。怖い。すげえ怖い。ギャップはチェックする気もない。タイヤとの相性が悪いのか、エアーを下げてオリダーがチェック。でも跳ねるけどよく曲がる。タイヤがすごいグリップしてるよ。ちょっと跳ねてるなと思う。ノブインプレッション。勝てー、ガチガチ勝てーってよ。これはねかなりサーキット向けです。エントリー3、スプーン S660。上のクラスをかもれるか。土屋さん絶賛の、足回り車庫帳、それがやっと製品化できたのでその製品版をつけてきました。それからもう一つ、鉄板アイテムとして、これ、スティッフプレートシリーズの、リアの補強のタイプができました。この辺で、フロント、リア、それからステアリングギアボックスを抑えるこの3点の鉄板の部品、スティッフプレートで、かなりフィーリングも良くなって、いい車に仕上がってると思います。モデュールサスペンションを車庫調にするとこうなりました。行ってみたいと思います。軽いからタイヤが温まらないね。 S6 コーナーの皆さん、4月頃の雨の寒い日はタイヤが温まりにくいので注意です。いいね、このバシュンバシュンやる気にさせるね。さあどうか。 S6 をなめるなよ。ドリドリは一周タイヤを温めアタックへ。ドライバーをその気にさせる車作りも重要なんです。スプーンはそのあたりがうまい。アウト側には雪が残ってるから注意。
けい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 け。もうドリドリの走りはやばい。ウェットなのにサイドも引いてます。わお、タイムは28秒162。ピットを食った。ウェットでもここまで走れるならいいね。さすが S6。マックスインプレッション。軽くてステアリングもレスポンスが良くて、シャキッとプレート違うよね。リジカラとかも効いてんでしょうね。これすごい車がシャキッとしてる。ノーマルの S660 とは全然違うね。軽いし力あるし、ステアリングすごくレスポンスがいい。ノブインプレッション。現在俺の S6 選手権でナンバーワンの座にいる HKS5 のドライバーノブの評価はちょっとね、速いんだけど、やはりフロントにエンジンがない、ちょっとフロントの軽さみたいなのがあるな。ボンネットのカーボン化が裏目に出たのか、やればいいってもんじゃないのか。でもね、もうフットワークが軽いわ。結構いろんな車をかもれちゃうね、この車だと。速い。エントリー4、レッグモータースポーツロードスター。まあ補強っていう。さあ続いてレックの NB ロードスターです。行ってみたいと思います。ロードスターはやっぱ楽しいね。 DK インプレッション。タイヤはグッドイヤーの新たなコンパウンドが採用された RS スポーツの S スペックだ。楽しい。操る楽しさがこの車にはある。このチューニングの仕方にはね。手応えを感じたドリドリ。タイヤを温めアタックへ。ここまでのベストはモンスタースイフトの28秒151。1コーナーと2コーナーのアウト側はコケと落ち葉でとても滑りやすいため、ラインは基本的にインベター。そのため車にはギャップを越えてもラインを乱さない走りができることを、そしてアクセルオンでアンダーが出にくいマシン性能が求められる。今回は2足を長く使用し高回転をキープする走りだ。ギャップでの乱れもない。さあどうか。あう、ベストタイムを更新。さすがです。懐深いね。扱いやすい。これはね、ドライバーに優しい車がね、穏やか動きが全部、このピーキーなところがない。だからすごく乗りやすい。マックスインプレッション。とてもバランスがいいですね。でももうワンランクグリップが欲しいな。
新しいタイヤ RS スポーツが原因か。今後の企画で試すしかないか。手塩にかけてセッティングされたっていう雰囲気が車から出てますね。さすが広島のお膝元レクさん、いいセットアップします。ノブインプレッション。よく曲がります。すごくねいい接地感。お、いいね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 、楽しいね、いいね、気持ちよい、水すましのように走れる。音もいいね。速さではレックが一番時計。続いて総合評価です。結果発表。結果が出てます。さはい、発表します。エントリー4台です。ケイちゃん75点、結構低いですね。あ誰よ、どこよ。見ましょう。じゃん。ジェイズやっちまった、やっちまったジェイズね。初代シビックタイプ R よりも硬い。そうですね、これめっちゃ硬いよこれ。歴代ここで乗った車の結構ワンツーぐらいの硬さでしたね。攻めすぎました。すいません。だって予選落ちって初じゃない初ですね。はい。今までホットバージョン出てきてジェイズって予選落ちしたことないんだから。間違いなくいつもすごい車ですもんね。素晴らしいね。ますいません。次ちゃんと直してきます。あね、はい普通にこうワインディングを攻められるっていう、はい。仕様にしましょう。はい。続いてはい。第3位。千田さん95、僕98、谷口さん95。割と高いねこの98。高いですね。なんですか、ね見てみましょう。合計288。はいニッパッパ。プスーン。スプーンさん。これ逆にみんな思ったより高くないですね。いやっていうかさ、うん K の中ではすごくいいと思う。ケイちゃんの中では。 K ちゃんの中ではね俺的にはねこの95っていうのは、はいちょっとアンダーが強かったから、なるほど。なんだろう。軽くしすぎてちょっとアンダーが強くなったかなっていう感じ。僕も乗っててリアは落ち着いてるけど、やっぱフロントのちょっとこうふわふわね、少し設置があったりなかったりってこういうのがそうそうそうちょっとね多いかななんて感じはしましたね。今まで乗っていただいた時よりは10キロぐらいしか変わってないんですよ、車重は。なるほどね。まあでもその10キロで、そこまでフィーリングが変わるっていうのは、もうちょっと勉強しなきゃいけないなと。やっぱりバランスですね。何がバランスだよ、バランス軽くしすぎてアンダー出てんだよ。そうなんです。はい、なるほど。さあそれでは、はい。続いて第2位。第2位です。肉に。モンスター。モンスター。あ、すごい。モンスターさん、スイフト。いやこれは立派。高いですもんね、みんな。はい。FF って大体こういう路面だとアンダーしか出ない。出ないですね。だけどニュートラルステアで曲がったっていう俺の評価は高いよここれだって単位も入るし、どっちかというとアクセルを踏みながら旋回できるってすごいな、新しいスタイルの FF。全開とかじゃなくてちょっと駆動をかけてコロコロコロと持っていくところが、うまくダを切ってる方にコロコロしながらリアもツツツとこううまくね旋回してくれながら、リアのタイヤの使い方がすごく絶妙な感じがさ、ちょっとだけリアツツツってなりながらこう持ってって持ってってっていうのができるじゃないですか。だから FF なのにそういうちょっとこう運転手が小細工を楽しめますよね。確かにいろんな乗り方ができると思う。やっぱりリアタイヤの設置感が、そうだね、カウンター当てなくてもいいぐらいのそうずーっていううまくリアに荷重が乗るんですね、綺麗に。ニコラね、そこはうまいな、このセットの仕方はねあれはなんかリアキャンバーにあれがあるって言ってましたね。技あり。じゃあリアキャンバーどうしたらいいんですか。モンスターの部品を買っていただければ大丈夫です。部品を買っていただければ。宣伝で終わっちゃったこれ。番宣です。セッティングできるんですよね。あ、そうです。キャンバーをね。はい。キャンバーセッティングのそれでははい。優勝。はい。優勝も決まったねこれ広島。そうですね。もみじまんじゅう。決まりでこれいっちゃいましょう。はい。レックロードスター、すごいレックさん。平田97、僕97、谷口さん、さすが広島つながり100点。いや本当に今日の中で言ったら100点でもいいの俺。だってなんか文句ありましたあれに。ない。ですよね。なんで100じゃないんですか。100やっちゃうとこの後どうすんの？ね？じゃあ世界で一番いい車なのってなっちゃう。だけど100やってもいいぐらい
今日の中では本当に100点の車で、初心者から上級者までが全部これいいねっていう車で、本当にこだわり抜いてテストし尽くした感のある足回りのセットですよね。ありがとうございます。いやこれは本当ちょっとびっくりしたよ。 ND のノーマルってバーッと切るとリアのこうストロークとか多くて、そのストロークスピードも速くてストロークしてそういうことも踏ん張るんですけど、このロール量がちょっと僕嫌いだったんですよね。俺も嫌い。スピードと、それがレッグさんのはあんまりそこまでストロークもせず、なおかつでもそのロールしないからといって曲がらないわけでもないし、リアも設置がいい、フロントもよく入るっていうことで抜群に良かったですよね。四輪を信用できる。あ、そうですよね。設置感ね。前はハンドル切ればギューッと仕事してて、後ろトラクションかければギューッと後ろが仕事してっていう、すごく安心。何かの操作をするためにどっかのタイヤに必ず荷重がギューッときれいに乗るようなね。でこれは立派ですよね。はい。さあ素晴らしいですね。じゃあ、はいレックさんバトルはこの2台でね。これワンツーですね。モンスターとレックで。いつもだったらどっか2台やって1個シードみたいな感じですけど、いやスプーンはいいんだよ。スプーンの区間タイム速いの。だけどやっぱ折り切ってから平らなところでパワーだともう本当に離されちゃうなっていうのがあって、スプーンはねこれかわいそうだけどね、もうしょうがないよね。だからレックとモンスターでバトルを行ってみたいと思います。 FR 対 FF。 これはどうなるかね。どっちもタイム的には変わんないからね。峠バトル、モンスタースイフト VS レッグロードスター。非常にねこの車は FF とは思えないすごい楽しいハンドリングなんで、ちょっとこのバトルは FF 対 FR、楽しみたいと思います。どんな結果になるでしょうか。バトルは 1.5 キロのダウンヒル区間、先行後追いのイニシャル D 方式。久々のバトルポイントなんで、ND ロードスター FR の楽しいところがなんとか伝えられたらと思います。僕は九州まで帰る力をもらえたらと思います。いかがでしょうか。いかがでしょうかって言われるとね、スポーツカー対ファミリーカーでしょ。スポーツカーでしょスイフトがねかなりレベル高いんだよね。もうなんかね褒めすぎても困るんだけど、すげえいいんだよ1本目はモンスターが先行。さあスタート。加速勝負はどうか。加速はまあまあ互角。コーナーはちょっとゆとりあり。この後はギャップでも踏んでいける足かどうか。お、でもいい勝負かもしれないな。コーナー出口でロードスターが接近。アクセルオンが速い。ちょっとこの辺ゆとりありですね。問題はこの先パワーが必要な区間。後半ノブが詰める。レッグが取った。ほとんどどっこいなんだけど、ところどころこっちの方が有利なところがあるかなと。全体的にやっぱり曲がり角はあっちの方が早いかな。2台とも2本目に向けスタート地点へ。スイフトさんの方がパワーがちょっとあると思うんで、そこでどんな感じになるかですよね。2本目はレッグが先行。さあどうか。加速はモンスターが速いか。さあここからの下りの後追いでベタ付けられるか。ちょっとレッグが離す。
微妙に離れるねやっぱね。微妙にこっちの方がいいよね。早いな。これは勝負あり。勝ったのはレッグロードスター。アンダー鈴木そうきましたか。アンダー150、はい。ライトウェイトクラスだね。そうですね。はい。ロードスターは、はいやっぱこうスポーツカーだからさ、はいスポーツカーらしい動きをしてる、だけどそこにファミリーカーが食い込んでくることがすごいと思う、ね。スイフトはファミリーカーだね。フだってさァミリースポーツカー。あれ4人乗りだもんね。5人乗りか。4ドア4ドア、ね、ファイブドアになったどう見たって社会的にはファミリーカーよ。まあそうですね。でローはいドスターってやっぱ2人乗りのさスポーツカーなわけじゃない、そうですね。そう考えたら同じぐらいにこう走っちゃうっていうのがすごいね。そう人気がある理由がわかりますね。わかるわかる、はいコーナーで引きちぎれるのかと思ったら全然スイフトも1コーナー2コーナーでそんな変わんないんですよ。ほぼ一緒で。だからいやいや車がいい。僕でも乗れるってことですか。一応なんかこのバトル区間全部行くと一つのコーナーじゃなくてなんかところどころでちょっとロードスター有利なところがあったかなっていうところで離れたんですけど、どこが有利なのロードスター。長く行くところで2コーナーから出て旋回に力使ってるところじゃなくてもう脱出に使いたいフロントで曲がることで脱出使うじゃないですか、そうするとやっぱりちょっと2本ともね装置に使うとどうしても曲げてるからトラクションが足りなくなるとか、具体的にアクセルの踏み始めのところが少しフロントが逃げちゃうところがロード差が出るっていうことです。ロードスターは蹴ることだけにリア使えるんでそういうところでちょっとこう離れていって、くらいの差だ。だってゴールしたって3台分ぐらいだったもんね。3、4台分。今までの FF の考え方が変わりますね。このスイフト変わるねはアクセルを踏んで曲がっていけるんで。最終コーナーがちょっとやっぱりビビり入るでしょ。それがもしドライだったらどうなんだろうっていうね、ロードスターも行きますけどスイフトを持っていくんだろうなって。そしたら本当にあんま変わんないかもしれない。スイフトのレベルもすごいけどロードスターはモンスターの仕上げ方、あ、そうですね。モンスターさんの仕上げ方がすごい素晴らしい。あとはロードスターのベースもいいけどやっぱこうレッグの仕上げ方もいい。職人の仕上げですね。 ND をいろいろ乗りましたけどこの足抜群にいいですよ。いや俺もそう思うね。初心者から上級者までこれちょっとっていうやついないよ。そうですよね、ストロークにしても沈み方にしても戻りにしてもすごく安定してるで安心感があるね。ということで、アンダースイフクラスはロードスターです。アンダー150馬力クラス王者レッグロードスターに挑戦するマシンは現れるのか。お楽しみに。